皆さん、こんにちは。陽介です。このチャンネルは日本語のリスニング力と話す力を鍛えつつ、日本の常識や文化、日常が学べるコンテンツを提供しています。水曜日と土曜日に更新していますので、役に立つと感じてもらえたら、チャンネル登録、いいね、コメント、友人へのシェアをよろしくお願いします。今日は駅を訪れた時の会話例をリスニングしてみましょう。この動画は JLPT-N4 レベルの語彙と文法表現を使っていて初級者向けです。各パートは3回繰り返します。1回目は字幕なしでややゆっくりと。2回目は振り仮名付きの字幕とともにゆっくりなスピードで。3回目は振り仮名なしの字幕とともにややゆっくりなスピードで話します。聞き取れるかどうか挑戦してみてください。では始めていきましょう。1、スイカの買い方。すみません。スイカを買いたいんですが、どこで買えますか？スイカは自動券売機で購入できます。自動券売機ですね。どうやって買うんですか？まず、自動券売機の画面で、スイカの購入を選択してください。次に、スイカカード新規購入を選んでください。はい、わかりました。次に、チャージする金額を選ぶ画面が出てきますので、金額を選び、お金を入れてください。スイカの発行には、預かり金として500円かかるので、注意してくださいね。ありがとうございます。初めてスイカを買うので、ちょっと不安だったんです。大丈夫ですよ。何かわからないことがあったら、また聞いてくださいね。次は字幕付きで聞いてみましょう。先ほどよりゆっくり話します。1、スイカの買い方。すみません。スイカを買いたいんですが、どこで買えますか？スイカは自動券売機で購入できます。自動券売機ですね。どうやって買うんですか？まず、自動券売機の画面で、スイカの購入を選択してください。次に、スイカカード新規購入を選んでください。はい、わかりました。次に、チャージする金額を選ぶ画面が出てきますので、金額を選び、お金を入れてください。スイカの発行には、預かり金として500円かかるので、注意してくださいね。ありがとうございます。初めてスイカを買うので、ちょっと不安だったんです。大丈夫ですよ。何かわからないことがあったら、また聞いてくださいね。最後に、振り仮名なしで聞いてみましょう。最初と同じスピードで話します。1、スイカの買い方。すみません。スイカを買いたいんですが、どこで買えますか？スイカは自動券売機で購入できます。自動券売機ですね。どうやって買うんですか？まず、自動券売機の画面で、スイカの購入を選択してください。次に、スイカカード新規購入を選んでください。はい、わかりました。次に、チャージする金額を選ぶ画面が出てきますので、金額を選び、お金を入れてください。スイカの発行には、預かり金として500円かかるので、
注意してくださいね。ありがとうございます。初めてスイカを買うので、ちょっと不安だったんです。大丈夫ですよ。何かわからないことがあったら、また聞いてくださいね。2、スイカの使い方。スイカを買ったんですが、使い方を教えてください。スイカは改札口にタッチするだけで乗車できます。降りるときも改札口にタッチしてください。乗るときと降りるとき、両方タッチするんですね。はい、そうです。お金をチャージしておけば、タッチするだけで簡単に乗車できます。チャージはどうやるんですか？自動券売機やチャージ機でスイカにお金をチャージできます。わかりました。便利ですね。はい、とても便利です。バスや買い物でも使えますよ。次は字幕付きで聞いてみましょう。先ほどよりゆっくり話します。2、スイカの使い方。スイカを買ったんですが、使い方を教えてください。スイカは改札口にタッチするだけで乗車できます。降りるときも改札口にタッチしてください。乗るときと降りるとき、両方タッチするんですね。はい、そうです。お金をチャージしておけば、タッチするだけで簡単に乗車できます。チャージはどうやるんですか？自動券売機やチャージ機でスイカにお金をチャージできます。わかりました。便利ですね。はい、とても便利です。バスや買い物でも使えますよ。最後に振り仮名なしで聞いてみましょう。最初と同じスピードで話します。2、スイカの使い方。スイカを買ったんですが、使い方を教えてください。スイカは改札口にタッチするだけで乗車できます。降りるときも改札口にタッチしてください。乗るときと降りるとき、両方タッチするんですね。はい、そうです。お金をチャージしておけば、タッチするだけで簡単に乗車できます。チャージはどうやるんですか？自動券売機やチャージ機でスイカにお金をチャージできます。わかりました。便利ですね。はい、とても便利です。バスや買い物でも使えますよ。3、トイレの場所を聞く。すみません。トイレはどこにありますか？トイレは改札口を出て右手にあります。改札口を出て右手ですね。わかりました。少し歩いた先に男性用と女性用のトイレがありますよ。ありがとうございます。助かります。トイレの隣に多目的トイレもありますので、必要な方はそちらをご利用ください。多目的トイレもあるんですね。ありがとうございました。次は字幕付きで聞いてみましょう。先ほどよりゆっくり話します。3、トイレの場所を聞く。すみません。トイレはどこにありますか？トイレは改札口を出て右手にあります。改札口を出て右手ですね。
わかりました。少し歩いた先に男性用と女性用のトイレがありますよ。ありがとうございます。助かります。トイレの隣に多目的トイレもありますので、必要な方はそちらをご利用ください。多目的トイレもあるんですね。ありがとうございました。最後に、振り仮名なしで聞いてみましょう。最初と同じスピードで話します。3、トイレの場所を聞く。すみません。トイレはどこにありますか？トイレは改札口を出て右手にあります。改札口を出て右手ですね。わかりました。少し歩いた先に男性用と女性用のトイレがありますよ。ありがとうございます。助かります。トイレの隣に多目的トイレもありますので、必要な方はそちらをご利用ください。多目的トイレもあるんですね。ありがとうございました。4、渋谷への行き方を聞く。すみません。渋谷へはどうやって行けばいいですか？渋谷ですね。この駅から山手線に乗って2駅目が渋谷です。山手線に乗って2駅目ですね。はい、そうです。電車に乗ったら次は原宿駅、その次が渋谷駅です。原宿の次が渋谷ですね。渋谷駅を降りたら、八甲口から出るとスクランブル交差点があります。八甲口から出るとスクランブル交差点ですね。はい、渋谷の有名な場所ですよ。ありがとうございました。渋谷を楽しんできます。次は字幕付きで聞いてみましょう。先ほどよりゆっくり話します。4、渋谷への行き方を聞く。すみません。渋谷へはどうやって行けばいいですか？渋谷ですね。この駅から山手線に乗って2駅目が渋谷です。山手線に乗って2駅目ですね。はい、そうです。電車に乗ったら次は原宿駅、その次が渋谷駅です。原宿の次が渋谷ですね。渋谷駅で降りたら八甲口から出るとスクランブル交差点があります。八甲口から出るとスクランブル交差点ですね。はい、渋谷の有名な場所ですよ。ありがとうございました。渋谷を楽しんできます。最後に、振り仮名なしで聞いてみましょう。最初と同じスピードで話します。4、渋谷への行き方を聞く。すみません。渋谷へはどうやって行けばいいですか？渋谷ですね。この駅から山手線に乗って2駅目が渋谷です。山手線に乗って2駅目ですね。はい、そうです。電車に乗ったら次は原宿駅、その次が渋谷駅です。原宿の次が渋谷ですね。渋谷駅を降りたら八甲口から出るとスクランブル交差点があります。八甲口から出るとスクランブル交差点ですね。はい、渋谷の有名な場所ですよ。ありがとうございました。渋谷を楽しんできます。はい、お疲れ様でした。この動画が役に立つと感じていただけたら、高評価、
ご友人へのシェア、チャンネル登録をお願いいたします。毎週水曜日と土曜日に更新をしていきますので、これからも応援よろしくお願いします。コメントもいただけたら励みになります。ではまたお会いしましょう。バイバイ。